何かを代償に憧れの職業に就けると言われたら、あなたは何をさせられると思いますか？ 2020 年某日、バハマニュープロビデンス島ライフォードケイ、プールや広大な庭を構えた大豪邸に1台の高級車が止まりました。車から降りてきた白髪オールバックの男はピーター・J・ナイガード、カナダで最も裕福とされる実業家兼ファッションデザイナーでした。そして車内にはもう一人、まだあどけなさの残る少女が。彼女はピーターからモデルのスカウトを受け、彼の別荘へやってきたのです。ここが私の別荘だ。さあ行こう。少女を優しくエスコートするピーター。しかし屋敷の中の一室へたどり着いた瞬間、彼女は思わず困惑の表情を浮かべました。まるで独房のような鉄格子に取っ手のない扉。ピーターは手元のスイッチでその扉を固くロックしてしまいます。とても客人を招く場所には思えないその部屋。その中では数十人もの女性が彼の子を妊娠させられていたのです。カナダで最も裕福とされたファッションデザイナー、ピーター・ナイガード。きらびやかな生活の裏に隠されたその男の知られざる姿とは。数十人の女性を妊娠させたその男の目的は、胎児を利用した人体実験だったんです。おさすけちゃんです。みやみやみこです。というわけでね、今まさに起こっちゃったんですけど、僕らね、本当にたまに撮影ボタンを押し忘れて収録することがあって、今まさに起こりまして。ね、もう、はい、本当に最初の私たちの挨拶がもう珍しく大爆笑だったのにね。もう伝説の回だったのに、取り損ねちゃって。取り損ねちゃって。いやー、厳しいね世の中厳しいね。厳しいわね。みんなね、私たちの本領発揮するとこを見逃しちゃったんだけど、まあちょっとまたそれは次回ってことね。どっかで出てくるんでね、皆さん期待していただければと思います。というわけで今回は性的暴行事件で訴訟されたカナダの大富豪ピーター・ナイガードについて。この事件、かの有名なジェフリー・エプスタインの事件とかなり似ていて、第2のエプスタイン島事件と呼ばれているんです。エプスタインの事件って言ったらかなり有名だけどさ、それとも同じようなことしてる大富豪が他にもいたわけね。そうなんです。ピーターの事件では分かってるだけでも60人以上の被害女性がいるんですけど、さらに恐ろしいのは、彼は性的暴行の目的以外にも別の恐ろしい計画を企てていたんです。約60人の女性の訴えで明るみに出されたこのピーターの事件。彼はいかにしてそれだけの数の女性を陥れてきたんでしょうか。快楽に取りつかれた権力者。2020年2月、アメリカ・ニューヨーク裁判所には57人もの女性が集まっていました。この男は私たちに最低なことをしたわ。監禁されて何週間も外に出られなかったの。悲痛な表情で語る女性たちは皆、一人の男の卑劣な行為について訴えていました。その男とはフィンランド系カナダ人のピーター・J・ナイガード。20代で女性向けファッションブランドナイガード・インターナショナルを設立し、長くカナダのファッション業界を牽引してきたデザイナーでした。カナダで最も裕福な人物の一人ともされるピーターの純資産は9億カナダドル、日本円で約1035億円とも。プライベートジェットは当然のこと、世界に複数の別荘を所有している誰もが認める億万長者でした。そんな地位も名誉も思いのままにしている男が57人もの女性に集団訴訟される事態に。それもそのはず、ピーターは自分の部下から見ず知らずの女性まで誰彼構わず、約50年にも及んで性的暴行を繰り返していたのです。あまりにも長く繰り返されたその犯行は、彼の職業を巧みに利用したものでした。時は遡り、ピーターの犯行が明るみになる数年前のこと。14歳の少女アイリスはバハマニュープロビデンス島内のブティックを訪れていました。すると買い物中の彼女に声をかけてきたのがブティックのオーナーピーター・ナイガードでした。君はすごく美しいね。私がとっておきの服を選んであげよう。彼は顧客により良い買い物をしてもらえるよう店頭で直接アドバイスをすることがあったのです。自分に似合う服を選んでもらったアイリスは大喜び。その後ブティックの前で写真撮影も行われ、すっかり浮かれ気分の彼女にピーターはこう告げました。君くらいの美貌があればうちの自社モデルにだってなれる。近日中にうちの従業員から連絡させるよ。この3日後、ナイガードインターナショナルの従業員から連絡を受けたアイリスは島の北西海岸に位置するピーターの別荘へ招待されました。何これ、すごい。ピーターの別荘ナイガードKは敷地面積約14000平方メートルを誇り、サッカーコート2面分にも及ぶ大豪邸、専用のビーチにジム、サメやイルカが泳ぐ水槽にドライアイスが噴き出す巨大
大な火山の模型など、さながらテーマパークのような光景がそこに広がっていたのです。アイリスはそんな見たこともないような豪邸に胸を躍らせながら案内されるまま、その家の中へと歩みを進めていきました。そのきらびやかな外観の裏に汚れきった世界が潜んでいるなどとは気づきもせずに。君ならモデルになれるよって言ってさ、綺麗な子を誘い出してたわけでしょ、そりゃさ、ちょっと自分が綺麗だなって自負のある子なんて、有名人にそんなこと言われたら簡単に騙されちゃうわよね。しかもこれだけ有名な人が犯罪に手を染めるなんて思わないですからね。こうしてアイリスはピーターの別荘に行ったわけなんですけど、その屋敷には恐ろしい罠が張り巡らされていたんです。甘い罠と地獄の時間。ピーターの別荘ナイガード家へ案内された14歳の少女アイリスを待っていたのは、パンパーパーティーと呼ばれる若い女性のためのパーティー。会場での飲食は全て無料、スパやマッサージなどのサービスを受けることもでき、贅沢三昧の時間を過ごしたアイリスは完全なリラックスムードに。そして頃合いを見てピーターは次のように切り出すのです。ビジネスの話がしたい。少し静かな場所へ移動しないか。モデルの仕事を紹介してもらう約束をしていたアイリスは何の疑いもなくピーターに従いました。しかししばらく歩いた後、通されたその部屋の様相に彼女は思わず顔をしかめるのです。何なのこの部屋。アイリスが通されたその部屋の扉にはなぜか内側の取っ手がついていませんでした。さらに室内にはまるで独房かのような鉄格子が。ピーターは不敵な笑みを浮かべながら手元のスイッチを操作。アイリスの後ろで扉が固くロックされる音が響きました。なんでこんなところに。到底仕事の話をするために連れてこられたようには思えないその部屋の異様な空気感に困惑するアイリス。そしてピーターは冷たくこう言い放ちました。ここからは絶対に逃げられない。さあ、服を脱ぐんだ。部屋の中になんで鉄格子があんのよ。閉じ込めるつもりってこと？お察しの通りで、ピーターの犯行の目的は性的暴行だけではなかったんです。ピーターはブティックやナイトクラブなどで少女をスカウトしてはパンパーパーティーに参加させ、油断した頃合いを見計らって性的暴行に及んでいました。アイリスのようにモデルの仕事の話だと騙して寝室へ連れ込む場合もあれば、バーテンダーへの指示で女性の飲み物に薬を混ぜさせ眠っている間に犯行に及ぶことも。そして部屋に鉄格子や厳重なロックが設けられているのは、時として女性を監禁してしまうことがあるため。例えばドミニカからやってきたマリベル・ロドリゲスという少女はピーターの屋敷で何年もの監禁生活を強いられていました。貧困家庭出身のマリベルは家計を助けたい一心でピーターからモデルのオファーを受けバハマへ。しかしそこで待っていたのはピーターの元へ女性を連れてくるスカウトの仕事でした。ピーターは自分で少女たちに声をかけることもありましたが、マリベルのような女性が声をかける方が少女たちに油断が生まれやすいことは明白。彼はマリベルのパスポートを没収し逃走を防いだ上で、何年も少女たちを連れてこさせる役割を命じたのです。マリベルはピーターの犯行をごまかすため虚偽の証言を強要されたことも。彼女は故郷で待つ家族のためこのような多数の汚れ仕事を断れずにいました。このようにピーターは若く世間知らずな少女、もしくはマリベルのように仕事を断れない貧困層の少女を狙い犯行を繰り返していたのです。この他にも長期間監禁され、ピーターや彼の顧客に奉仕する暮らしを強いられた少女は数知れず。ピーターは警察や政府関係者に多額の賄賂を送っており、バハマでの不正は全て黙認されていたといいます。少女たちも口止め料を渡されているほか、ピーターの圧倒的な権力を前に報復を恐れて声を上げられなかった結果、彼の悪行は50年も表沙汰にならなかったのです。大富豪で有名っていうだけでさ、そんなことするわけないっていう先入観を持っちゃうんだけど私たちって、でもこいつ大富豪だからこそ50年間もずっと女性をもてあそび続けられたわけでしょ。ほんとそうなんですよ。こうしてね、犯行を繰り返し続けていたって聞くと、性的な欲求もしくは支配欲っていうのが彼のメインの動機なのかなと思うんですけど、実はピーターはまた別の目的があったんです。彼は女性たちを屋敷に連れ込み、恐ろしい実験を行っていたというんです。権力の行き着く先。ニュープロビデンスと北西の海岸に位置するナイガード家の一室では、ピーターが温度計のようなものを手に満足げに笑っていた。彼が手にしているそれは妊娠検査薬。すぐそばの鉄格子の中には、つい最近ピーターの子供を妊娠させられたばかりの少女が力なくうなだれていた。よくやった。ピーターはそうつぶやくが、彼は決して自分の子供の誕生を待ち望んでいるわけではなかった。彼はこう続ける。この子は中絶してもらうぞ。妊娠した少女に対してよくやったと言ったかと思えば、その次には中絶してもらうなどと全く辻褄の合わない発言をするピーター。
しかし彼の中でそれらの言葉は一切矛盾していなかった。ピーターは不気味な笑みを浮かべてこう言う。こんな実験ができるのは世界で私だけだ。この中絶胎児の幹細胞を使って私は何度でも体を再生できる。被害女性の告発によれば、ピーターは数百人もの女性を妊娠させていたともされています。それは彼が胎児の幹細胞を自身の体に取り込み、いつまでも若くいようと考えた結果だというのです。胎児の細胞を体に取り込むってどういうことなんかも、SF の世界みたいでよくわかんないんだけど。実は胎児の幹細胞と若返りっていうのは深い関係があるんで、ありえない話じゃないんですよ。というわけで本日のメトラッキーワード、幹細胞と若返り効果について。幹細胞とは人間の体の細胞を作り出すための根幹となる細胞のこと。例えば怪我をしても時間が経てば回復するのは皮膚の幹細胞が新たな皮膚を作っているため、この再生の仕組みを若返りに応用する研究が現在世界中で進められているのです。実際日本では胎児のへその緒の幹細胞について母親の合意があれば採取していいとされており、幹細胞を利用したアンチエイジング療法が存在します。幹細胞は年齢を追うごとに減っていき、0歳の頃には60億個あるものが40歳では3億個まで減少します。ピーターが胎児を求めたのは彼らが最も幹細胞を多く有しているため、ピーターはへその緒だけでなく血液や骨髄など胎児の全身から幹細胞を採取していた可能性があるのです。ピーターは幼少期ボロボロの小屋の中で貧しい生活を強いられたといい、その環境を抜け出したいあまり高校時代から起業して結果を出してきた男。そして母親の死を経験して以来死を強く恐れ若さを渇望するようになったといいます。過酷な境遇を乗り越えて全てを手にした彼だからこそ、自分なら若ささえも手に入れられると考えたのかもしれません。ピーターはカリブ海のセントキッツ島に幹細胞研究会社を設立し、そこで若返りのための研究をさせていたといいます。研究のためであれば女性たちがはらんだ子供は生まれてくる必要もなく、いつも中絶させて母体から取り出されていたとも。これらの話には噂の部分も多く、真相は定かではありません。ただピーターは公にも中絶の価値についてや胎児を利用した若返りについて言及しています。彼が途方もない数の女性に性的暴行を加えていた真の理由は、胎児の幹細胞を自分の体に取り込むためだった可能性も十分にあるのです。怖すぎるわよ。もうこんなん大量殺人と一緒じゃない。自分一人の若さを保つために平気で他の人の命を犠牲にできるっていう、この神経もまともじゃないですよね。このようにね、50年も横暴を繰り返していたピーターなんですが、彼は変わりゆく世間の風潮によって追い詰められていくんです。ピーターの性的暴行や監禁の事実は約50年にわたって見逃されてきましたが、近年になって急速に彼の横暴を許さない風潮が広まっていきました。2017年にはハリウッドの映画プロデューサーハーベイ・ワインスタインの性的暴行・セクハラ問題が浮上。ニューヨーク・タイムズ紙の暴露記事をきっかけに SNS 上で性被害を告白し合う MeToo というハッシュタグ運動が活発化しました。この運動は自身が所有する島で性的人身売買を行っていたジェフリー・エプスタインの事件発覚にも影響を与え、ピーターの件についても被害者の背中を押す要因に。またバハマの政権交代によってピーターの政治的な影響力が薄れたことも被害者が声を上げるための足がかりとなりました。こうして2020年に集団訴訟を起こされる運びとなったピーター。裁判において被害者女性の一人は次のように語りました。私は現在63歳ですが、この事件以来何十年もの間男性と深い関係になることを避けてきました。ピーターは私の人生から他人を愛することを奪ったんです。しかし女性たちがどれだけ悲痛に訴えようとも、ピーターは犯行の一切を否認。結局一度も被害者への謝罪をすることはありませんでした。2024年9月9日、4件の性的暴行で有罪となったピーターに下された判決は懲役11年。ただしこの判決はあくまでカナダのオンタリオ州で立件された事件にのみ下されたもの。彼はマニトバ州やケベック州、さらにはアメリカでも告訴されています。また57人の女性が訴訟した件は裁判が一時停止されているため、今後刑期はさらに重い刑が課される見込みです。しかし最終的にピーターにどのような罰が課されようと、女性たちの傷が完全に癒えることはないのです。約50年もの間、権力に物を言わせ10代の夢見る少女たちを翻弄し続けてきたピーター。目的が何であれ、彼が自分の欲のために数えきれないほどの女性の人生を奪ってきたことは間違いありません。もし自分の行いで誰かの人生が犠牲になってしまうとしたら、あなたはどのように感じますか？人はなぜ権力を持つと他人の痛みを忘れてしまうのでしょうか？オーソスケンちゃんです。
ここでね、皆さんにね、重大発表なんですけど、なんと、アルゴメトリー、恵比寿に、シーシャバーをね、オープンします。もちろんね、最高のシーシャは作りつつも、店内に流してる曲を、流行りの J-POP とかじゃなくて、ジャズとか、聴きやすいクラシックだったりとか、内装はアンティークのね、食器だったりとか、ちょっとそういう、いわゆるヨーロッパの純喫茶みたいな、大人の空間をね、作っていこうかなと思っていまして、で、店内には間接照明とかね、暗さと明るさのバランスを取りつつ、すごいね、素敵な空間を作ろうと思ってますと。ちょっと最近ね、恵比寿にある、もうすでにシーシャバーとして運営しているところを買い取りまして、ただその名前とか中身でやるんじゃなくて、もう内装も全部変えて、ほぼ買い取った意味そんなないんですけど、もう作り直して、新しいブランドとしてね、やっていこうかなと思いますと。で、ちょっとそれにあたってですね、一番大事なのって、やっぱり人だと思うんですよね。お店で働いてる人だったりとか。ね、内装とかもね、大事なんですけど、やっぱり人だよねっていうところで、というわけでこの度、恵比寿のシーシャバーのですね、オープニングメンバーを募集したいと思います。基本的にはね、シーシャを作ったり、あとはお客様にね、お話ししたりとかして、そういう接客を含めてやってもらうっていうところと、あとはね、頼れる方がいれば、店長っていうポジションもね、やってほしいなと思ってます。なので、オープニングメンバーとして、そういったね、ところでシーシャが好きな方だったり、そういった方がいましたら、今ね、シーシャバーでまさに働いてるよって方もいましたら、ぜひね、一緒に働きたいです。で、僕の目標としては、いわゆるYouTuber が開いたシーシャバーだから人が来るよね、みたいな、そういうのはやりたくないんです。もちろんね、皆さん来てくれるっていうのは嬉しいんですけど、そこに甘えたくない。本気で来てくれたお客さんに、別に特に YouTube 知らずに、フラッと立ち寄った人にも、また行きたいなって思ってもらえる、そういったね、空間を作りたくて、そのためには、シーシャ好きでとかだけじゃダメで、来てくれたお客さんに、最高のね、おもてなし、体験をしてもらおうっていう、そういうホスピタリティっていうのがすごい大事で、だからある意味シーシャの経験ももちろん大事なんですけど、むしろそういった人間性だったりとか、そういった思いに共感してくれる方と僕は一緒に働きたいなって心から本当に思ってて、もうそういうのを楽しめる方、そういうのに情熱を持てる方、お客様にね、感動してもらえてっていうね、そういう空間を作りたいなっていう、そういう熱意がある方、共感してくれる方ね、ぜひね、概要欄、もしくは固定コメントからね、ご応募いただければと思います。ぜひね、一緒に最高の空間を作っていきましょう。よろしくお願いします。